すまんかった。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。性能を確認するために風洞を自作することにしたよ。前回の動画、縮流部を設けることで、ある程度の流速までは、綺麗な流線を再現できるようになりました。ファンの回転数をマックスにすると、流れが乱れてしまう問題については、監督から、紹介してもらった CFD の専門家と一緒に解析しているので、今後の改善にご期待ください。今回は何の動画かというと、風洞の流速を知りたい。スペック的には 138cfm のファンを使っているので、15cm 角の風洞内は約 3.0m 図程度の流速になっているはずなのですが、計測したことがないので実際がわかりません。さらに可変抵抗でファンの回転数を調整しているので、どのくらいの流速まで流線が安定しているのか、気になります。流速を測る計測器はいくつか種類があるのですが、男ならピトー管、一択だろ。ピトー管とは飛行機などについているあれです。簡単にピトー管の原理を説明すると、先端の穴で全圧、静圧動圧を計測。側面で静圧を計測し、差分を取ることで、動圧を求めます。動圧が分かればベルヌーイの定理を使用して、流速を求めることができます。ということで、ピトー管が届いたので、早速アナログにモデル化、ブラケットを設計して、3D プリンターで印刷しました。ピトー管の圧力フォースを通すために、穴を開ける必要があるので、風洞を分解します。整流格子も取り外し、ファンも取り外します。所定の位置にマーキングして穴開け。やべえ、ひびが入っちゃった。雑にドリルで穴開けをしたばっかりに。作り直す勇気はないので、プラリペアで補修。慎重に穴を開け直しました。再組みして、ピトー管をブラケットに取り付け、キツキツグッド。貫通用の中空ピンを挿入。シリコンホースを取り付けます。オーリングを使用して壁面からの吸い込みを抑制。ナットでブラケットを壁面に固定します。こんな感じでピトー管が取り付けられました。さて、サーツはどう計測しようか。水マノメーターという選択肢もあるが、サーツから流速を手計算するのは面倒だったので、サーツセンサを使用することに。サーツから流速の計算及び流速の表示は、ラズパイを使用するつもりだったのですが、残念ながらアナログ入出力に対応する IO がないらしい。なので今回初めて Arduino を買ってみました。Arduino の専用言語、IDE も初めて触ったのですが、これ簡単でわかりやすくていいですね。プログラム初心者なので何とも言えませんが、少なくともラズパイで使用していた既存より、簡単だと思いました。Arduino のスターターキットに付属していた、チュートリアルのプログラムを微修正して、サーツから流速を計算、LCD に表示するプログラムを作成。風洞のピトー管と接続してみました。さて風洞の流速はどのくらいだったのか、確認してみましょう。あれなんで無反応。圧力が全く動きません。念のため購入しておいたサーツ系でも確認したのですが、あれ全然ダメじゃん。なんで全くサーツが出てきません。夜もぐっすり寝ちゃうぐらい考えて、理解しました。単位を間違えていたようです。事前にサーツの見込みを計算して、5.6 クペイぐらいになると思っていたのですが、5.6 ペイの間違いでした。次元解析を考えればクペイになろうはずもないのに、数クペイ程度になると予想して、フルスケール10クペイのセンサーを購入していたので、そりゃ数ペイ程度はゴミカスになってしまいます。泣く泣くフルスケール125ペイのサーツセンサーを再購入。
アードゥーノのプログラムを修正して再挑戦。今度はうまくいくはず。ファンの電圧がマックスの 100V で 2.45 ペイ、2.0 メートルズ。ファンのスペックから予想していた流速は 3.0 メートルズ。整流格子などの抵抗によって 1.0 メートルズ程度、流速が低下しているようです。流速がうまく計測できたようなので、流線が綺麗な流速、乱流が発生していない流速を確認してみましょう。まずはファンの電圧 50V から。ファンは回っているのですが、サーツはほとんど0から変わりません。つまり計測ができない領域のようです。一応流線を確認しておきましょう。前回とほぼ同じ、綺麗な流線になっています。次はファンの電圧 75V。サーツは 0.96 ペイ、流速は 1.27 メートルズになりました。前回はこの流速ぐらいまで綺麗な流線だったのですが、果たして、浄化の煙が少しばらけていますが、まあまあ綺麗な流線になっています。流速 1.0 メートルズ程度までなら流線の観察ができそうです。次はファンの電圧 100V。サーツは 2.45 ペイ、流速は 2.02 メートルズになりました。味見の時と大体同じ流速なので、再現性も良きです。流線は、前回、流線を確認した時よりも、乱れが少ないような。なんでじゃろ？乱れが少なくなった原因はわかりませんが、中心の流線もだいぶ触れているので、流線の観察はちょっと厳しそうです。なので現状の風洞で流線が観察できるのは、流速 1.3 メートルズ程度が限界と言えそうです。ということで現状の風洞の実力がわかりました。ちなみに歩く速度がだいたい 1.2 メートルズ程度なので、流線が確認できる流速とほぼ同じですね。目標は JC を2秒で走る10メートルズなので、だいぶ遠い目標になっています。そういえば、3月30日に所沢で開催される、超2個4区の予選にヨスケも出場するようです。全力ミニ4区は未完成なので、今回は、タミヤレグ順種のマシンで一般的なミニ四駆の実力を知らしめることが目的らしい。ニコニコ動画でライブ配信もあるみたいなので、花粉症で外に出たくない人は見てみてね。ではでは。最後まで見てくれてありがとう。動画を見ていくのだ。